150キロ。さあ、おおやっぱだが効いてない。やっぱ船に乗っかってるみたいな。ちょっとダンピングな。ちょっと怖いっすね。大丈夫かな。150キロ。さあ、やっぱだが効いてない。やっぱ船に乗っかってるみたいな。やっぱりここは両立できないんだ。そうですね。これで両立したらすげえなと思ったけど、でもこれにはスポーツモードがありますから。今度のメルセデスの GLC がどうかだね。タイヤも細いんですよね。あ、そうなの。205ですから。さあどうか。ちょっと切ったけど動きがでかくなったダワきましたね、ちょっとね。したら動きがでかくなっちゃってあとダブルレーンチェンジですけど、これは、はっきり言ってこれだけ動いちゃうとやっぱ急走打した時に、やっぱバネ上のボディがついてこないのでやっぱダンピング不足っていうのは考えられますけど、それもあって意図的にあんまりタイヤを太くしてないんですよね。205なのでこれ以上タイヤの性能上げちゃうと横 G がガンガン出ちゃうんで、そうするともうサスペンションのダンピングが圧倒的に足りなくなるので、ただ1発目はまだいいんだけど2発目にこっちにこうロールして元に戻る時にやっぱりこう2倍速でロールのパンチを食らう感じなので、そこはやっぱりノーマルモードだと、ちょっと大げさにバネ上が動いてしまう感じがありました。で2個目がスポーツモードだとダンパー上がるんだっけ。2つ目は2回目のテストではスポーツモードでちょっとダンピング上げるんですけど、上げてもあんまり変わんないですね。かえって1個目のスピードが上がっちゃうので2つ目の元戻る時にまたちょっと苦労するみたいな感じがあるので、安全性という部分では最低限担保はされてますけど、決して操縦性がいいわけではない。ただそこを詰めていっちゃうとこのシトロエンの乗り味がなくなっちゃうので、このしなやかな乗り味、ダンパーインダンパー使ってるんですけどね、これはWRC でも使ってるダンパーで、自分のヤリスにも使ってるんですけど、とにかくダンパーをこうストロークさせてその手前でダンパーの中にあるもう一つのダンパーで原子力を上げるみたいな感じなのでこのダンパーインダンパーのおかげでこういうしなやかな乗り味は出してるっていうのがこの特徴だと思います。これスポーツにするとサスも変わるの？変わります。本当だ、ずっとスキーで出ちゃうから、タイヤのグリップはそんな高くないね。あとリアステアもしてますよね、この車。そう。はい。じゃあスポーツもうちょっとな、BM みたいにステアリングのダイレクトが欲しいけど、クラウンだからな。どうなんでしょうか。これ GR で作ったらどうなるかな。100、107、110、120、110。頑張ってる、はい。発散方向には全くいかないですよね。ドライバーもそんなに大変そうではないですよね。この香ばしい匂い。はい。ダブルレーンチェンジは個人的にはもうちょっとそのステアリングのダイレクト感が欲しいかなっていう気はするんですけど、ただそれもクラウンなのでこのぐらいでいいのかなっていう判断と、いやいや新しいクラウンだからもっとそこは攻めた方がいいよっ
っていう意見と2つあると思うんですけど、私はもうちょっとステアリングのダイレクト感があってもいいのかなと思うんですが、そうそうダブルレーンで分かったのは 4WS 持ってるので相当スタビリティ高いんですけど、タイヤのねドライの摩擦力がスキールが速いんですね。だから早い段階からスキールが出てきちゃうので、もうちょっとこのミシュランのプライマシーかなのドライグリップの摩擦力が高くてもいいのかなという気がしました。おそらく燃費との関係で、郊外抵抗も見たタイプのミシュランプライマシーなのかなと思いますけど、これは想像ですけど、この後ウェットがどうなるかっていうのは気にはなるところですね。だからドライグリップがタイヤがもうあるところで限られているので、これ以上多分攻め込むことはできなかったのかなっていうのがあると思います。ワンモーターなので、燃費どうしようかっていうところが、苦労されているところは見え隠れします。